じゃあ実際ね、インド人交渉うまいのっていう話ですよね。結論を言うと、皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。今日はですね、どうしてインド人は交渉がうまいのかという話をしたいと思います。皆さんインド人って交渉がうまいって有名な話はご存知でしょうか？ネットとかで見調べてもらうとインドの人って交渉がうまいみたいな話いっぱいあると思うんですけど、今日はね実際にねインドの人ってどうしてそんなに交渉がうまいんだろうっていうこととか、実際にインドの人って交渉うまいのみたいな話を皆さんとシェアしていきたいなと思います。交渉っていうのはね、相手がいて何かやり取りをするときに、自分がやりたい条件の方に持っていくために議論をしてやり取りをするみたいなところなんですけれども、インドの人っていうのはね、交渉がうまいみたいなことをすごく言われてるんですよね。でこれがどういう背景があってインドの人ってこんなに交渉うまいんだろうというところを、私なりの考えを今日は皆さんとシェアしたいと思います。まず1つ目なんですけど、インドの人って小さい時から交渉する環境が当たり前にあるっていうのが挙げられるかなと思います。これどういうことかというとね、例えば日常的に生活しててスーパーとか行くじゃないですか。でインドの場合だからスーパーというかね、ちっちゃいマーケットみたいな感じの小さな商店がいっぱいあるんですけど、例えばそこで野菜を買うとか米を買うって言っても値段が決まってなくって、自分のいいねで買えるっていうのが、日常的にあるんですよね。なのでこれ1つ150ルピーで欲しいですよ。例えばお店の人はこれ200だよって言ったら、じゃあお互いに交渉して180で買いましょうみたいなね、こういうやり取りをもう小さい時から日常茶飯事でやってるんですよね。なのでインドの人っていうのは常にこの商品っていうのはどれぐらいの価格なのかなみたいな、そういう相場を常に計算していて、そういうのが当たり前にあるっていう環境で育ってきています。なので例えばよく有名な話だと、日本の観光客の人とかで初めて海外に旅行したら、現地の人に現地の相場の3倍の価格でサービスの値段を取られてしまったみたいなところで、でも日本の人っていうのは交渉する文化がないので、そのままね3倍の価格を払ってしまったみたいなこととかありますよね。そういうのがインドの人からしたら当たり前に交渉するっていうのがあるわけですよ。そういう環境で育ってきてるっていうのが一つあるかなと思います。で2つ目なんですけど、インドって日常的にルールがあまり決まってないんですよね。これどういうことかというと、例えばなんですけど、区役所とかで公的な書類の手続きをする時とかに、ある人は例えば ID カードとパスポートと何々と何々が必要だけど、もう一人の人に聞いたらID カードだけでいいよみたいな感じで、人によって言ってることが違うみたいなことって結構あるんですよ。これちょっと良くないんですけどね。だからその中で、いやB の人は ID カードだけでいいって言ったじゃんみたいな感じで、も A の人に当たるとたくさんの書類を用意しなきゃいけないとか、さらにお金も払わなきゃいけないみたいな、条件が違ってたりするんですよね。なのでルールがないので、自分でルールを決めに行かなくてはいけないわけなんですよ。自分はこれが必要だと思うからこれを出しますよとか、この分だけしか払いませんよみたいなやり取りが必要になってくるんですよね。でこれもう少し分かりやすい事例で言うと、よく私が例えるのはカスタマーサービスの対応の違いっていうのがあります。例えば日本ってカスタマーサービスのマニュアルって厳しく決まってるじゃないですか。例えば私がちょっと値段交渉したいってなっても、もうカスタマールールではこういうルールになってるのでできませんみたいな、もうできませんできませんみたいな感じで、もう何にも交渉してくれないですよね。でもインドの場合っていうのはカスタマーサービスの人によって若干言うことが違うんですよ。これあんま良くないんだけれども、実際に若干言うことが違うから、もしかしたら自分がちゃんと伝えられればその条件を交渉できるかもしれないんですよね。なのでインドの人っていうのはやっぱりそういうところで自分の主義主張を主張するのがすごくうまいんですよ。やっぱそういう普段の環境とかルールの違いから、やはりインドの人っていうのは交渉に長けてるっていうのはあるかなと思います。3つ目なんですけど、これはちょっと国の背景としていろんな宗教とか言語の人が多数存在しているっていうのがあると思います。なのでインドには空気を読む、共通のルールっていうのがないんですよね。なぜかというと、例えば東京から千葉県に行ったら違う言語を使っていたとか、北海道は違う宗教を信仰しているとか、そういうことが国内であり得るわけなんですよ。なので全員の国民が持っている一つのスタンダード、一つの基準っていうのが特に存在していないわけなんですよね。そういった環境の中で育つとどういうことが起こるかというと、自分たちがどう思ってるかとか、自分たちの環境ではこういうふうに思うよっていうのをはっきり主張しないとやっていけないんですよ。そうやって自分たちの考えを主張することで、違うバックグラウンド、違う考えを持つ人とコミュニケーションを取っていくっていうのが、やっぱりずっと長い歴史の間繰り返されてきているんですよね。こういっ
ってインドの人ってやっぱ交渉が慣れている、もう DNA にね刻み込まれてると言っても過言ではないぐらいやっぱり上手なんですよね。それと比べると日本っていうのは別に日本語みんな通じるし、空気を読む文化とか和を乱さない文化とかってあるじゃないですか。だからそもそもね、あんまり人前で自分はこう思わないよとか自分はこう思うっていう主張をするのってやっぱりちょっとこうタブー視される傾向もあるんですよね。なのでそういう環境も重なって日本人と比べるとやっぱりインド人の人の方が交渉うまいかなと思います。後半はじゃあ実際ね、インド人交渉うまいのっていう話ですよね。これはねイメージとか、実際にうまいとは思うんですよ。こういう背景もあるっていうのは事実なんですけど、実際に働いてみてインドの人って交渉うまかったのっていう話ですよね。これはね結論を言うと、日本の人もね交渉は十分できると思う。ただやり方が違うっていうのはあると思います。でさっき言ったみたいにね、日本の人っていうのは和を乱さない文化で育ってきてるから、あんまり自分の主義主張を言うのって上手じゃないんですよ。なんだけれども、例えば物事をしっかり組み立てたりとかルールに沿って物事を考えたりすることはすごく得意なんですね。なので日本の人っていうのはこういう理由でこういうことができるできないっていうのははっきりしてるし、ルールに沿ってるかどうかって確認するのもすごくうまいんですよ。でも一方でインドの人っていうのは自分たちでルールを作ってくるんですよね。なんでルールの通りに考えてる日本人とルールを作って説明するインド人の交渉っていうのはそもそも話が噛み合ってないんですよ。なんでそこでやり合うと、話の持ってき方がうまい方が有利になっていくと、やっぱり小さい時からいろんなね文化背景を持つ人とやってきてるインド人の方がやっぱちょっと強くなりがちなんですよね。英語もうまいしね。なんでなんとなく日本人はインド人とこう交渉するとなんかこううまくいってないようなモヤモヤした感じあるんですけど、実際蓋開けてみるとね、日本人の言ってることって何にも間違ってないんですよね。結構そういう俺ら別に間違ってなくないみたいなこと結構あったりするんですよね。なんだけれども、実際にそのビジネス場ではどういう風に持っていくかっていうのですよね。よく日本の人がやるのは、会議の場ではインドの人のこう主義主張を認め合いながら、うまく帳尻は日本側に合わせていく、そういうことをやってる人もいるみたいな話とかもあります。このね交渉術っていうのは深掘りしていくといろいろあるんですけども、一概に別にね日本の人が全然うまくないっていうことではないかなと思います。今回はインドの人が交渉すごくうまいっていうね話よくあると思うので、今日はこれについて皆さんとシェアしてみました。はい、ということでこの話が面白かったなと思った方はぜひ、評価ボタンとコメント、チャンネル登録をお願いします。